好久不见了，感觉又变美了。俺はマタギです。マタギの谷垣です。何言ってんだお前。俺はもう降ります。網走にインカラマはもういない。よそへ移した。不会吧？要威胁他？女を殺すとでも言うんですか？まさかまさか。そんなむごい真似を私にさせないよな。谷垣源次郎は。金塊探しも政権転覆も俺には向いてない。身の丈に合った素朴な人生。他一直是如此。そこらにいる庶民でいるのは罪ですか？そこらの庶民は命がけで戦ったのに報われなかった兵士たちのことを知らん。お前はそれを知っておきながら何もなかったように暮らせるのか？人質を取ったところでお役に立てません。俺がいれば士気を下げるだけでしょう。あの女のことだから回復すれば自分で逃げ出すだろうと高をくくってるんだろうが、もうそれは難しいぞ。インカラマに何かしたんですか？谷垣源次郎の子を宿している。哦，他看上去好幸福啊！他肯定不会丢下英卡拉玛的。哦，别这样。そもそもお前の役目はアシリパをおばあさんのところへ返すことだったな。谷垣。お前なら杉本彩地に警戒されずに近づけるはず。啊，我真服了，我真的会生气的，好吧？怎么能这样？当然，我相信他应该给，而且肯定还有别的方式。ロダ、これが死とかさ。それにしてもまさか平太師匠が囚人だったとは。でもこうやって新たな入れ墨認否を手に入れたおかげで本来の目的に立ち戻れたよ。俺たちはもっとでっかい埋蔵金を探すんだってね。そうだな。そこへたどり着けばアイヌを殺して砂金を奪った事件の真相も明らかになるかもしれない。危ない危ない。白の話に我を忘れてしまった。并非好险。そうそう、先へ進まないとな。平太のタバコ入れ、熊そのものの姿を彫ったものは珍しい。魂を持って悪さをすると言われてるから。なんか重いぞ。サーキンか。上一秒还说，上一秒还想到自己正经事儿。几帳面に取れた皮ごとに砂金の標本を集めていたみたいだ。砂金には顔があると言われています。取れた場所によってそれぞれの特徴がありまして、顔を見れば熟練の砂金掘りはどこの川で取れたものか特定できます。大昔アイヌは取った砂金を一箇所に集めて隠したんだろう。災いの元となる埋蔵金の存在を風化させようと秘密にし続け、隠し場所を知る者は年老いてわずかになった。真的要花非常多的精力和时间去运、去藏这些黄金。だが他にも隠し場所を知ってる奴がどこかにいる可能性はあるわけだよな。だからのっぺらぼうはそこからさらに移動させたんだろ？ああ、でも一人でだぜ。一人で大量の金塊を運ぶのは難しい。近くにしか移せなかったんじゃないかと俺は考えてる。元の隠し場所を知っているアイヌを探し出すにはどうすればいいか。砂金の取れた川の近くに今も住んでいる可能性は高いよな。つまり埋蔵金を鑑別してどこの川で取れたか産地を割り出せばいい。ああ？埋蔵金は隠されてる。白石思路很清晰啊。忘れたか？のっぺらぼうは砂金の一部を持って逃げたが、船は転覆。その砂金も沈んだと。支笏湖か。それを探しに行こうっていうのか。今さら入れ墨認否とは関係ない方法で埋蔵金を見つけようっていうことなのか。いや、めちゃくちゃ如果不用人皮地图，他就不用跟他们争了。潜って砂金を見つけるのは絶対に不可能だ。そうでもねえぜ。
見ろよこれ。すでに見つけられていたのか。海賊さんって誰だ。ルフィ。網走脱獄囚の一人。こいつは特に気合が入った強靭な男だぜ。もっと暖かくなってからにしたらどうですか？死にますよ。誰かに先を越されるだろう。こんな水深じゃ潜水夫だって無理ですよ。お前の意見は聞いてねえ。砂金を鑑別したら好きなところへ行け。火鉢も見張ってろよ。消えてたら殺すぞ。プン。长发美男是你，我知道了。いいな。35分も？俺は30分までなら潜水できる。什么非人的能力呀、美人鱼是你吗？房太郎。指の間にある川が水かきのように広がる奇妙な手をしていた。子供の頃から木材を川で運搬する妊婦として働き、水中での技に長けていたが、ある頃から看来他是我们这边的呀。引き込んでは溺死させ、金品を奪うようになった。その手口から官房の海賊坊太郎と呼ばれるようになった。ほら、平太師匠の鑑別も済んでるようだ。なるほど。つまりこの川へ行けば海賊を捕まえられるってことか。好帅啊！イノシシ来い！イノシシ来い！哥儿几个天天在这玩儿，还在那儿讲罪犯的故事，打牌。覗いてない。尻の穴覗き野郎が！尻覗きするって。うるせえ。这么安逸的吗？こいつら毎日ダラダラと。おや？野良が戻ってきてる。可愛。網走監獄から今日まで何をしていた？カラフトか。俺のカラフト土産は2つある。一つはソフィア・ゴールデンハンドという女の情報。ウィルクとキロラン家のかつての仲間でパルチザンの女党首だ。必ずアシリパを奪いに。好久没见了。鶴見中尉たちとは別の厄介な勢力となるはずだ。もう一つはアシリパはどうやら暗号を解く鍵を思い出したということ。一刻も早くアシリパを探さなくちゃ。这两个人完全在状况外。杉本たちだって入れ墨認否を集めるしかない。入れ墨認否の枚数はもはや土方陣営。山猫可爱你。我想起小时候的尾行了，想要得到妈妈认可和奖赏的小尾行，4只。遊んでけ。金持ってるように見えっかよ。あんたの宿はこっちなの？無口な人好きよ。死んだ旦那も無口でね。ん？あれ？あんた日本人？新出场的罪犯。下がれ下がれ。喉を切り裂かれ、腸が引き出され、右肩にかけられていたと。先月31日に同じく貧民窟で殺された開膛手手口が似てますね。同一犯ですか、警部殿？かもな。目撃者は誰か目星はついてるんですか？飯おごるんでなんかネタくださいよ。
一躍の砂で有名な歌人詩人の石川啄木は遊軍記者として道内の新聞社を転々と渡り歩いていた。札幌じゃ連続殺人事件ってことで、そりゃもう大騒ぎですわ。私も調子に乗っておどろおどろしく書き立てるもんだから、新聞がもう売れて売れて。お立ちんください、長倉さん。新聞に書かれていない情報を持ってこい、クズ。ひどい殺し方だ。娼婦に恨みでもあんのかね。許せませんね。早く捕まえてほしい。今お気に入りの遊女がいるんで、殺されたらがっかりですよ。お前はどこで転んで背中打って死ね。門倉、入れ墨の脱獄囚のうちで心当たりは？いますね。他是什么资料库？横浜で遊女をめった刺しにして網走に収監された男。犯人が脱獄囚だとして、ここまで騒ぎを起こされると非常に厄介だな。警察は躍起になって犯人。那样的话，他们就也不好抓到这个人皮了。第七師団のはぐれ者たちも匂いを嗅ぎつけてくるだろう。おいおい、誰だ俺の馬を殺したのは。札幌連続殺人事件。入れ墨脱獄囚の匂いがするな。菊田特務総長、お前は札幌へ向かえ。私はこのままアシリパたちの捜索を続ける。はい。宇佐美上等兵を連れて行け。はい。菊田特務総。他想跟着贺建去。于宗美还是很得到贺建的赏识啊。徳四郎君、日清戦争はどんげらったかね。面白いもんを見ることができましたて、先生。なんらね。長期間にわたって教練を受けたはずの兵士たちが、いざ戦闘になっと発砲すんふりをすんですがね。アメリカの南北戦争でも同じようなことがあったと聞きましたて。撃ったとしても明らかに敵兵を狙ってね。圧倒的多数の兵士は殺人に抵抗があり、避けようとすんですがね。徳四郎さん、帰ってきなさってたんですね。いやー、久しぶり。また背が伸びたねっか、徳重くん。好可愛啊！已经非常的崇拜贺建了。于佐美就是贺建要找的，杀人不眨眼的。就像他刚刚杀那匹马一样。頑張ってるんだかよ。はい、徳四郎さんが今まで見たボボたちの中で一番才能があんだって。鶴見徳四郎さん。だろその人は。時重の道場に行くシャレこきな証拠。这个时期真的很帅。意见。全部の田んぼの排水をしんきゃダメらすけ。いやいや。徳重。徳四郎さん、ごめんください。いや、友春くん、おどっつぁま元気ですか？はい。なあ時重、そうせえや。稽古終わったら今日おらちに泊まれや。明日一緒に学校行これ。今日は道場に徳四郎さん来るってや。はよはよ。这么萌啊！人畜无害的小兔子一个。
我勒个卖人迷！今年で卒業だか。道場へは通えんだか。父ちゃんの野良仕事の手伝いをしねえとですんで、わかんねえです。君はもっともっと通へなる。続けんだれ。同年代じゃ叶うやつはいねがな。すぐに私を追い越すわいや。私はそろそろ道場へ来んのは難しくなんだて。そうなんですか？朝鮮半島というとこで問題が起きたすけ。徳重、一緒に消えろれ。やめ。今日はここまでら。ありがとうございました。もうちょこっとだけやろれ。もう一本。どうしたんだよ。いいわや、僕はもう。いいっすけ。もうちょこっとだけらて。ソラロももう蹴らねえと。ともはるくん、どんげした。道場に鍵を閉めねえと、私も武田先生も帰れねえがな。結局、一遍もあいつに勝てねかった。ほら、今道場に通うんは今日で最後なんですかね。徳重、卒業生は東京の学校に行くんだっておら。家を出て一人で寮に住むんだがな。だすけ、徳重とランドリーやんのも今日で最後なんだわいや。自分から言い出せねかったそうら。知ってましたて。いいれ、もう少しだったら僕に勝って生きてんだろうが、ほんとやりとねえんだろう。だって気を使って負けとねえっすけ。他一直有在，他之前有在放水，他其实狠的不行，是吧？武田先生が道場に鍵をかけて帰ってしまわれたすけ。君たちこっちのいいれとこでやんなせ。私が見届けっすけ。はじめ。徳重に勝てればほら、東京でも一人で頑張れと思うすけ。他舍不得呀。于佐美完全没。这有点太恐怖了，我请问呢？他根本没有把他们当朋友。だって徳四郎さんとの時間を邪魔しくさって、こいつの父ちゃんが陸軍第二師団のエレヒトラスケ。徳四郎さんから目をかけてもろうていたのは許す。こいつが東京の陸軍幼年学校に行くことで将校さんになって、ますます徳四郎さんに血我勒个超级偏执占有欲拉满。ラロもさっき徳四郎さんがこいつに言うたが、僕は外にいて全部聞こえたんですって。東京へ行くこと、彼にまだ。他气死了，他早就想把他弄死了，太恐怖了，于佐美。这小孩真可怜。僕にはそんだけだったんだのに、徳四郎さんが僕をいっちゃんだと認めてくれた。贺建都得惊呆了。贺建心想，这就是要为我赴死的。ああ言えば、ともはるくんが諦めて帰ってくれと思っただけなんだ。なんだ、尊敬だったんですか。えかった。それ死んでしまいましたけ。
共犯来ね、僕たち。哇，不会吧？他说是马把他弄死的。あの後、僕たちは口裏を合わせ、徳四郎さんの乗ってきた雲間に友春が蹴られたということにしたんだて。知らせを聞いて駆けつけたあいつの父ちゃんは怒り狂って雲間を撃ち殺してしもた。ここは。而且也不会有人相信是一个于作美这样的孩子把人给杀了之类的。今世地へ何度も来てはあん日のことを思い出すんですがね。僕と徳四郎さんだけの秘密。ラロも太病态了，我的天哪，这种共犯。殺したすけ、親に逆恨みされて第二師団に移ろうなったと。尊厳なると分かってて僕をかばってくれたんですいね。おかげさんで北海道に左遷だ。しかし中央からさらに離れることでより自由にできることもある。それに時重君という興味深い存在が更好利用他了。君はもってねえと思ったんだて。第七師団で待ってるすけな。では太恐怖了。不利ではのうて敵兵を殺してくれんだろうか。以前殺人への抵抗を飛び越えられる人間について考えさせられた出来事があったんですて。それがずっと引っかかっていたんですらも。日清戦争を経て答えを見つけた気がするんですて。兵士の攻撃性を引き出す原動力と難問は敵兵への憎しみではなく恐怖でもなく政治思想の違いでもねえ。それは何らアイランです。おお。それは罪悪感。于作美是在一定程度上的极致吧。そりゃ貧民窟の娼婦は金も物も持ってねえからな。殺しのための殺しですよ。他最懂了。殺害現場に戻ってくる。何度も戻り。因为要去品尝哦。そして自行為をするような変態に違いない。僕にはわかるんです。太恐怖了。于佐美真的是令人太充满寒意了，尤其是他跟很多就是贺建的这些忠实的部下不一样的地方在于，他既没有被谎言所驱使，也没有收到任何的命令或者说是诱导，他完全是一个自发内在的逻辑，处事逻辑，直接就是对贺建如此的唯命是从，感觉甚至他的存在就是为了去服务贺建而存在的，也能看出贺建还真的是就是对待不同的人，根据他们的需求也会有不一样的方案吧。就像他之前对于李登的时候，还会去指出李登做错的事情。对于于佐美，他既没有去矫正他，也没有告诉他什么应该做，什么应该不去做，怎么样才是正确的，而是去利用了于佐美他的这一份偏执吧。贺建也马上就是从本来要跟于佐美做一个道别，转化为包庇了他的罪行，并且邀请他到第7师团，让于佐美美滋滋的沉浸在这种共犯关系之中，觉得他就是排除了他跟贺建之间就是其他的这种妨碍。这真的是一种非常病态的绑定吧，就是真的虽然之前就能看出来于佐美真的是很疯癫的，但是就是这个故事也太就是令人不寒而栗了。我也很好奇他这个畸形的心态他到底是怎么产生的，因为毕竟他的家里感觉看上去也是非常的其乐融融，也没有什么太
多的童年创伤之类的事情发生在他身上，也或者就是像贺建所说，有些人天生就是如此吧，是故意制造出这种共犯关系，其实也是打破了常规的上下属的这种联系，更让两人陷入一种非常暗黑暧昧的特殊的捆绑之中，共享一个非常阴暗的秘密，这让他们更加的紧凑。我也很纳闷，于佐美居然在这么多年内没有去杀掉像李登他们那些其他的部下，毕竟他们也在共享占用着贺建啊。有一个非常疯癫的下属，其实也是一颗定时炸弹吧，不知道会不会做出什么更加疯狂冲动的行为。最后贺建也说了，就是自己已经想通到底怎么做才去让这些士兵真的去切实际的杀人，而不是做样子，而驱使他们这么做的原动力就是爱，而不是对于敌人的憎恨或怎样。所以他要去培养这些部下，让他们心甘情愿为他赴死，爱他爱到不用去纠结这些内心的罪恶感吧，爱他爱到甘愿为他去杀任何一个人。所以他一直以来也对于他的这些部下们施以这种温情，用爱去包装他的这些规训的话术和手段。如果是能套牢，像于佐美这样的就是一条忠犬，如果套不牢，那如果还是可以作为战力使用的话，就把他一直就是榨干他的战力，直至他能够被贺建彻底驯服。其实这就有点像感情之中的 PUA 吧，让部下的这些杀人行为，这些罪恶感都是可以正当化的，守护这个部下和长官这种羁绊关系的正义之举。我现在也真的非常担心英卡拉玛吧，毕竟他那个肚子大的眼睛马上就要生产了。本来我还以为塔尼卡基可以回去，然后怎么样能够帮助到他们俩一起脱离贺建呢？这下英卡拉玛他这个行动也不便利，但塔尼卡基真的是完全被拿捏住了吧？虽然我相信他肯定不会对山远他们下手，但是这对于他来说真的太残忍了。希望塔尼卡基真的能尽快从这之中抽离出来，去过他真正想过的就是平凡的生活。尤其在于这种乱世中，我觉得就是像塔尼卡基这样想要去过一个平凡生活的心是非常珍贵的，同时也需要非常大的勇气和决心才能守护住这份平凡。那这期视频到此结束啦，我们下次再见啦，拜拜。